皆さんこんにちは。こちらはポークオーディオ PSW-10 です。発売は2022年。現在の実売価格は28,000円前後です。ポークオーディオは安くて高音質を目指して製品を作るメーカーです。これは他のメーカーの半額ぐらいで買えるモデルです。今回はこのサブウーファーの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。同じ口径の他社製品に比べるとやや見劣りするスペックです。重さも他社の半分くらいしかありません。これと類似のモデルに次があります。ほとんどのモデルがメインシステムにデザインを合わせて作られた製品です。どれも非常に安く作られています。30センチ口径の MXT12 は4万円を切っています。驚異的に安価なモデルです。今回ご紹介するのはポークオーディオの中で最も安価な PSW-10 です。外観と中身を観察します。エッジは発泡ウレタンです。ポリエーテル系だと長持ちしますが、果たしてどっちでしょうか。実質的な口径は 22.5 センチです。バスレフポートは8センチです。裏側を見ていきます。入力を検知して電源をオンにするオートスタンバイの機能があります。ほとんどタイムラグなしに立ち上がるので、ミュージックソースでも使えそうです。ローパスフィルターのつまみはセンターで 100Hz です。100Hz 前後をよく使うので使いやすいでしょう。サブウーファーにはクロスオーバーフィルターが必要です。スピーカー端子の出力にはフィルターが入りません。入力をスルーするだけの使えない端子です。分解して中身を見ていきます。中に吸音材が入っています。ポートの奥に格子があります。これは風切り音の原因になります。ウーファーはローコストな作りです。磁気回路もそれほど強力ではありません。ウーファー単体のインピーダンス特性を測ります。こちらは測定結果です。インピーダンスは 4.4 オームで、低域の再生限界は 32Hz です。ごく普通のスペックです。アンプユニットを見ていきます。風切り音の原因になる隙間が樹脂で密封されています。必要最小限の部品で構成されています。
パワーアンプは IC モジュールです。測定に必要な電線をつけて組み立てていきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは外部アンプを使って測定したシステムのインピダンス特性です。バスレフの共振点が 34Hz にあります。単体の限界付近まで下げた設計です。こちらはアンプの周波数特性です。線の違いはローパスフィルターのつまみの位置です。バスレフの共振を強調するイコライザーが入っています。このサブウーファーはポートを積極的に駆動して低音を補う仕組みです。こちらは内蔵アンプで駆動した時の実際の音です。数字はフィルター調整つまみの位置ですが、実際とかけ離れていて全く参考になりません。70Hz くらいにピークがあって、フィルターのカットオフを下げていくと連動して音量が減ります。30Hz 付近が若干盛り上がっています。これがポートからの音ですが、音源面積が小さいので距離が離れると急速に減衰してこの程度になります。低域の再生限界ははっきりしません。普通のバスレフと違って下の方がだら下がりに伸びています。これがポートを強制駆動する仕組みの効果なのでしょう。こちらは歪みです。やはりポートの共振点で歪みが多くなっています。1W で 10% を超えますが、この周波数の音が含まれるソースは少ないので、あまり問題にならないでしょう。安くて性能の良いサブウーファーです。ポートを強制駆動する仕組みのおかげで低域が下の方までだら下がりに伸びています。2.1 チャンネルでもホームシアターでも効果的に低音を増強できるでしょう。ただし歪みが大きいので大きな音量は出せません。これは25センチ口径の限界です。低い低音を低歪みで出そうと思ったら口径を大きくする必要があります。サブウーファーは置き場所にシビアなアイテムです。低音は方向性がないからどこに置いてもいいというわけではありません。問題が起こらない置き場所は限られています。音が遅れるとかメインスピーカーと音色が合わないといった問題が起こるのはサブウーファーのせいではなくて間違った置き方が原因です。これについては過去の動画でまとめていますので概要欄をご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。